人は食べるものでできている。そして食べるものを選ぶとき、人は本性を晒す。美食の完成。プロローグ。100万人の舌。登録者数120万人。グルメ系 YouTuber として神田慎吾はその数字を何よりも誇っていた。チャンネル名は慎吾の舌は嘘をつかない。動画の冒頭では必ずこう言う。僕の舌は本物しか認めないと。その言葉を120万人が信じていた。しかし現実の神田はスポンサーから受け取った封筒の厚みで評価を決めていた。先月は某高級フレンチに星5つをつけた。報酬は80万円。先週は地元の老舗蕎麦屋を時代遅れの味と切り捨てた。その店のオーナーから出演を断られた腹いせだった。チャンネルの概要欄には小さく記されている。本動画にはプロモーションが含まれる場合があります。誰も読まない一文だった。そんな神田のもとに、ある夜、一通の DM が届いた。送り主の名前はない。ただ、添付された写真が神田の目を釘付けにした。白い。漆黒のスプーンの上に、真珠のように輝く白い粒が小山を作っていた。幻の食材をご用意しました。ぜひカメラをお持ちください。神田はすぐさまカメラマンに連絡を入れた。これはコンテンツになると確信しながら。第1章、白い真珠。待ち合わせ場所は都内の隠れ家フレンチレストランだった。個室に通された神田を迎えたのは黒いドレスの女性だった。30代前半。華美ではないが、その佇まいには有無を言わせない静けさがある。桐島エリカと申します。名刺もなく、ただそれだけ言った。神田さんのチャンネル、拝見しています。特に先月の幻の白トリュフ対決の回が印象的でした。神田は愛想よく笑った。あの動画は再生数200万を超えた。スポンサーのイタリア食材商社から150万円を受け取った回だ。今日ご用意したのは、とエリカは言いながら給仕に目配しをした。幻のキャビアです。運ばれてきた皿を見て神田は息を飲んだ。白い。あの DM の写真そのままに真珠色の粒が銀のスプーンの上で光を弾いていた。添えられたのは薄いブリニとシャンパーニュのフルートグラス。これはまさか。神田は思わず声を上げた。アルビノチョウザメのキャビアですか？エリカは微笑んだまま何も言わなかった。世界で年間数キログラムしか流通しないと言われる幻の食材。この色、この輝き、間違いない。神田はすでにカメラマンに合図を送っていた。スプーンを持つ。一粒口に運ぶ。瞬間、神田の顔に驚きの色が浮かんだ。それは演技ではなかった。クリーミーでかつ研ぎ澄まされたミネラル感。通常のキャビアが持つ塩気の奥に白檀のような清涼な余韻がある。こんな味を神田は知らなかった。これは本物だ。神田はカメラに向かって言った。120万人の皆さん、これが本物の味です。僕の舌は嘘をつかない。アルビノチョウザメのキャビア。これは間違いなく史上最高のキャビアです。その夜、動画は公開され、3時間で100万再生を突破した。第2章、協力者の影。動画公開から3日後、エリカのペントハウスに一人の老人が訪ねてきた。白髪を丁寧に整えた70代の男性。かつては築地の仲卸として30年以上働き、今は小さな水産加工会社を細々と営んでいる。名を鶴田正蔵と言った。エリカさん、動画の反響はすごいですな。
鶴田は窓の外の夜景を眺めながら言った。おかげさまで。とエリカは答えた。鶴田さんのご協力があってこそです。鶴田は小さく笑った。シワの刻まれた顔に静かな満足感が浮かんでいる。あのキャビアは、うちが3年かけて育てたチョウザメの卵ですよ。アルビノでも何度もない。白く仕上げるのにえらい苦労しましたが。白く仕上げた方法は？塩の代わりに特殊の海洋深層水で処理しました。色素を抜いて食感と風味を保つ独自の製法です。本物のアルビノキャビアにはまだ届かない。でも、あれはあれで本物の味がする。神田さんの反応が正直なのはそのためです。エリカはグラスを持ち、窓の外を見た。鶴田さんの会社が大手食材商社に買収された年を覚えていますか？鶴田の表情が少し曇った。鶴田は手元のグラスに視線を落とした。この娘と初めて会ったのは、まだ彼女が10歳にもなっていない頃だ。祖父の霧島沖に連れられて築地に来た、利発な目をした子供だった。12年前ですな。あの神田が当時うちのオンラインショップをレビューして、素人が作ったような粗末な製品と書いたんです。あれで取引先が全部逃げた。会社を売るしかなかった。鶴田は静かに続けた。あの男は当時まだ無名でしたが、今や120万人に影響力を持つ。放っておけないと思っていたところに、エリカさんからご連絡をいただいた。エリカは振り向いた。もう少し待っていてください。第3章。白い嘘の代償。動画公開から1週間。神田のチャンネルには、スポンサー企業から問い合わせが殺到していた。あのキャビアを紹介したい、コラボしたいという声が100件を超えた。そして神田は動いた。自身のオンラインショップに、神田慎吾監修の幻のホワイトキャビアを限定販売として出品した。一瓶3万円。霧島エリカ氏のルートから入手した本物のアルビノキャビアと商品説明に書いた。初日で500瓶売れた。その翌朝、エリカから一通のメールが届いた。件名、商品説明について。神田様、私のルートからの商品と記載されていますが、私はそのような商品の流通に関与しておりません。また、あの日ご提供したキャビアについて、私がアルビノチョウザメのキャビアと申し上げた事実はございません。神田は画面を2度3度見た。記憶を遡る。確かにエリカはアルビノと言ったはずだ。しかし神田の記憶の中でその言葉が少しずつ輪郭を失っていった。幻のキャビアです。エリカが言ったのはそれだけだった。アルビノチョウザメのキャビアですかと最初に口にしたのは神田自身だった。エリカはその言葉にただ微笑んでいただけだ。その夜、国民生活センターへの申告と消費者庁の調査開始が報道された。人気グルメ YouTuber 虚偽の食材表示で500名以上に販売か。ニュースのタイトルは神田のチャンネル名をカッコ付きで引用していた。慎吾の舌は嘘をつかない。YouTuber 消費者を欺く。エピローグ。残された城。それから2ヶ月が経った。神田慎吾のチャンネルは非公開になり、オンラインショップは閉鎖された。返金対応に追われる日々の中で、神田はあの夜のことを何度も反芻した。エリカは何も嘘をついていなかった。ただ、幻の食材と言っただけだ。アルビノと決めつけたのは神田自身。本物と断言したのも神田自身。120万人に向けて嘘をついたのは、神田の舌ではなく、神田の欲望だった。一方、鶴田正造の小さな水産加工会社には、ひっそりと変化が訪れていた。この件の騒動の中で、鶴田の白いキャビアの独自製法が水産業界誌に取り上げられた。アルビノではないが製法として興味深いという論調だったが、それで十分だった。複数の料亭から問い合わせが来て、鶴田は久しぶりに工場の電気を夜遅くまでつけた。エリカからの短いメッセージが鶴田の携帯に届いたのはその夜だった。鶴田さん、よかった。鶴田は返信する代わりに工場の片隅に置いてある古い写真を見た。12年前の仲卸時代、
仲間たちと撮った一枚。あの頃の自分たちは本物だけを扱うことに誇りを持っていた。白い粒が暗い水槽の底で静かに光っていた。それは嘘をつかない者だけが知る本物の輝きだった。本日は美食の完成第2話白いキャビアをお聞きいただきありがとうございました。霧島エリカとは一体何者なのか、彼女はなぜこの制裁を続けるのか。次回第3話幻の産地近日公開です。気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。